あれ？愛さん、朝食のブラックプディング食べないの？いらないなら、もらってあげようか。それは。お茶と一緒にもらったビスケットもそのままだね。いらないの？だからそれも。いやー、それにしても、イギリスの長距離列車は、今までとサービスが変わってなくて、安心したよ。ほんとですね。一時はコロナの影響で、車内でお茶やお食事の提供が中止されていたそうですけど、今はまた、紅茶を飲みながら、イギリスの景色を眺める、以前の列車の旅が、戻ってました。あ、はっちゃんチョイスのチョコチップクッキーも美味しい。二人とも、ちょっといいですか？あれ、もしかして愛ちゃん、これ食べるつもりだった？それもそうなんですけど、さっきからずっと、カメラ回ってます。こいつの間に。おはようございます。スコットランドから、ロンドンノースイースタン鉄道の東に乗り、イギリスの鉄道をご案内するシリーズは、早くも3回目になりました。今回は、鉄道の歴史には欠かせない街、ニューカッスル・アポンタインから、続きをお話ししていきたいと思います。ここは、イングランド北部で最大の都市です。市内中心部だけですと、人口は30万人。周辺の町を含む都市圏全体では100万人の人々が暮らしています。この町は大きな都市なので、だいたいニューカッスルで通じるんですけど、正式な名前はニューカッスル・アポンタインと言います。というのもイギリスは、綴りも読みも同じ地名が複数あるケースがよくあるんです。以前、2つのミニ鉄道を乗りに行った、ハイスが、綴りと読みが同じながら、異なる場所にある町でしたよね。ね、人のブラックプディングを勝手に食べようとしたゆっくりさん。日本でも、草津などで同じパターンがありますな。あと、その件はすんません。日本では、同じ地名を区別する場合、属する県や市の名前を言いますよね。でもイギリスは、付近にある川などの名前を続けて表記し、区別しているんです。東が止まる都市、ニューカッスルも、北アイルランドに同じ地名が存在します。なので、ブリテン島の都市は、タイン川の、という意味の、アポンタインをつけていたんです。前回の動画で少しご紹介した、格安列車のルモは、ここニューカッスルと、南のロンドン、そして北のエディンバラのみに停車します。その間にも、コトヨークなど、規模の大きい町はあるのですが、こうした駅には止まらないんです。停車駅を増やすと、確かに利用者の増加が見込める反面、所要時間が長くなりますし、駅で対応するスタッフも必要になります。また、保有する列車が5編成しかなく、最速運転をしても、1日5往復が限界です。ですのでルモは、ロンドン、ニューカッスル、エディンバラ間の利用にターゲットを絞り、シンプルでわかりやすいダイヤにしたのでした。東の海へ続くタイン川に面した都市、ニューカッスルは、中世からずっと、交易の町として発展してきました。その後、19世紀に産業革命が起こると、製鉄とその鉄を生かした工業が大きく発達します。特に19世紀中頃から20世紀にかけては造船が盛んになり、イギリスの経済を支える重要な都市の一つに数えられていました。ここ、ニューカッスル出身で、著名な人物、そしてイギリスの発展に大きく関わったのが、蒸気機関車の父、ジョージ・スティーブンソンだ。彼は、昼間に炭鉱で働きながら、夜間学校に通い、数学と技術に関する学問を習得。その知識は、炭鉱で使われていた、機械の修理に活かされていった。やがて、修理の腕を買われたスティーブンソンは、各種機械のメンテナンスを任されるようになり、さらなる知識と技術を身につけていく。そして1814年に、自身初の蒸気機関車を作り上げた。イギリスではそれまでも、蒸気機関で車両を動かす試みは存在していた。しかしどれも、すぐに故障したり、性能不足なものばかりで、実験作の域を出ないものだった。車両に搭載するには、機関が重く、大きすぎ、すぐにレールがダメになったり、駆動装置の破損が頻発していたのだ。スティーブンソンは、このような蒸気車両を改良し、実用に耐える機関車を作り出したのである。スティーブンソンが、実用的な蒸気機関車を世に送り出した11年後、今度は世界で初めての鉄道が完成します。その鉄道が走ったのが、今日の目的地、イギリス中部のダーリントンです。ニューカッスルからは、
さらに40分ほど、特急列車に乗ったところにあります。この地域は、鉄鉱石と石炭が産出されたことから、ニューカッスルと並び、19世紀に工業が発達しました。それとともに、世界で初めて、鉄道が開通した街、としても知られています。19世紀初頭から、鉄のレールを走る、蒸気機関車自体は存在していましたが、炭鉱の中など、限られた敷地内だけを走るものでした。その点、ダーリントンで建設された鉄道は、街を通り、様々なものや人を乗せる、公共の鉄道です。世界初の公共鉄道は、街の周辺に点在していた、炭鉱で掘り出された石炭を、東の港へ運ぶのが、主な目的でした。馬よりも強力な、蒸気機関車を用いることにより、大量に、早く、石炭を輸送することが、可能になったのです。まさに、パワーは全てを解決する、ですな。しかし現在、ダーリントンの発展を支えた、炭鉱や鉱山は、全て閉鎖してしまっています。工業とともに栄えた、周辺の町も、最先端医療の研究拠点になるなど、転換を図り、工業の町としての面影は、少しずつ消えていっているのが現状です。世界初の鉄道路線は、まだ現存しているものの、各駅停車のローカル線が、細々と走る程度にとどまります。今日は、その世界で初めての鉄道路線に、少し乗ってみる予定です。でもその前に、乗り換えに少し時間がありますので、駅の構内を見てみましょう。現在のダーリントン駅は、北のスコットランドからロンドンまで続く東海岸本線の一部です。この駅を発着する鉄道は、先ほど私たちが乗ってきた、ロンドンノースイースタン鉄道のほか、スコットランドとイングランド西部を直通するクロスカントリー、そして中部地域にネットワークを持つトランスペナインエクスプレスがあります。あ、それから、ローカル列車を運転するノーザン鉄道もいましたね。イギリスの鉄道は、ドイツと違い、おおむね正常に動いているのが特徴です。しかし時折、大幅な遅れが生じている列車がありました。中部地域を西から東へ横断するトランスペナインエクスプレスの列車で、坂が登れなくなるというトラブルが発生していたのです。その理由は、線路の凍結でした。ブリテン島の中部には、南北に長いペナイン山脈が西と東の地域を隔てています。山脈といっても、スイスなどと違い、標高が高くなく、降雪もあまりないのですが、冬の夜間は大きく冷え込み、レールに霜がついてしまうことがよくあるんです。おまけに、山間部ですから、天気が変わりやすく、少なからず勾配区間もあります。こうした条件の中を走ってきますので、朝の早い時間に山脈を横断する列車は、上り坂で車輪がスリップしてしまい、定刻通りに走れなくなっていたのでした。ダーリントンを発着するトランスペナインエクスプレスは、日立製のクラス802型で運転されます。クラス800系統の中では、異色のイタリア生まれの編成で、ノバワンの愛称が与えられています。この子に2019年に会った時は、メーカーから引き渡されたばかりで、車体に車名も細かい模様もなく、地味なグレー一色塗装のまま走っていました。ですが、4年近く経った後は、さすがに全編成にラッピングが追加され、鮮やかな青い姿へ変わっています。トランスペナインエクスプレスのノバワンと LNER のアズマは、最高速度や加速といった走行性能は同じです。ところが、ダーリントン駅では加速の仕方に違いが見られました。ノバワンは、ドアが閉まると一気にフル加速していくのに対し、アズマはゆったりと速度を上げていったのです。これはそれぞれの鉄道の特性が影響しているものと考えられます。アズマの場合、次の駅までの間隔が長く、お客さんは長距離の利用が多く見られます。皆さん、大きな荷物を持って乗車しますけど、ダーリントンでの停車時間は1分程度しかありません。車内のお客さんが頭上の棚へスーツケースを置く前に、列車は駅を後にしなければいけないんです。また、長い時間、列車に乗る人が多い車内は、テーブルに飲み物などが置かれています。次の駅までに、時間の余裕があることですし、アズマは動き出すとき、大きな揺れが起きないように、加速を抑えて、ダーリントンを出発していたのです。その反面、
トランスペナインエクスプレスは、急行相当の列車だ。東が止まらない、中小の駅にも停車する。これらの駅には、退避設備がない上、同じ路線を、停車駅が少ない東と、共有している。このことから、フル加速でダーリントン駅を出発し、時速200キロで走る東から、全力で逃げないといけなかったのだ。後ろから迫ってくる、のぞみの運転を妨げないよう、各駅で全開加速をする、新幹線こだまみたいな感じ、といえばわかるだろうか。といったお話をしていましたら、次の列車の時間になりました。これから僕たちは、ビショップラインという小さな支線に乗車してみます。ここは、ジョージ・スティーブンソンが携わった、世界初の鉄道路線の一部です。周辺の炭鉱が閉鎖され、沿線の町の規模も小さいため、今は旅客列車だけが走る、寂れたローカル線となっています。でも実は、イギリス有数の、歴史ある路線なんです。ビショップラインと呼ばれる区間は、駅がわずか6つながら、路線は意外に長く、27キロもあります。そこを、小さなディーゼル列車が、片道約30分かけて往復します。となると、平均速度はだいたい60キロになるわけか。単線、非電化の支線にしては、意外に速いな。最高速度は、90キロぐらい出すそうです。このビショップラインというのは、厳密に言えば、正式な名前ではありません。ティーズバレー線と呼ばれる路線の一部で、北の、ビショップオークランドという町から、ダーリントンまでの区間を指す、通称です。線路自体は、ダーリントンからさらに、東の海岸まで続いていまして、ここを2両編成の機動車が、のんびり往復します。現在使用されている列車は、イギリス国鉄の、クラス156型機動車です。古い車両ながら、車内は改装されて、最新車両に引けを取らない設備を備えます。座席に USB 電源があり、駅の到着時刻を案内する、液晶モニターまで追加されていました。今でこそ、ビショップラインは、綺麗に改装された車両によって、運転される路線です。けれども2020年以前は、イギリス国鉄の、嫌われ者が走っていました。私は好きだけどな。ゆっくりさんだって、あまりの振動に、口数が少なくなってたでしょ。あれは並行してたんじゃない。脱線しそうな揺れに、めちゃくちゃビビってただけだ。全然フォローになってないよそれ。それではご紹介しましょう。2019年まで、ビショップラインの主だった、クラス142型、ペイサー君です。2両1組の車体を持つ、レールバスで、イギリス国鉄のローカル線運用に特化した車両でした。彼の運転が始まったのは、1985年のことです。当時のイギリス国鉄は、大量の、老朽化した車両を抱えていました。新しい車両で、置き換えをしたいところですが、財政難のため、十分な予算を用意できません。加えてローカル線は、乗客数が減っていましたので、車両をコンパクトにすることも考えられました。というか、イギリス国鉄って、ずっと財政なんだよな。ぺっちゃんが登場する、春以前から同じ状態じゃん。これがイギリス国鉄の由緒ある伝統なんだ。まあそんな状況の中で、ペイサー君は開発されましたから、徹底してコスト削減。とにかく、少しでも安く作ることを念頭に設計されました。まず、利用者の少ないローカル線なので、車体は今までより小さくても十分です。したがって、土台のフレームに、軽量で安いバスの車体を乗せるという手法が採用されました。量産品で低価格ですし、車両が小さく、軽いと、車輪の数も減らせるからです。なので、通常なら、4軸、計8個ある車輪は、半分の2軸車両になっています。さらに、シートや駆動装置も路線バスから流用するなど、徹底したコストダウンが図られていました。ペーサーがバスの部品や構造を流用したのには、コストダウンの他にもう一つ背景があってな。当時、イギリスのバス製造会社は需要が枯渇していて、国鉄と経営難グランプリで張り合ってたんだよ。それを救済する目的も、バス部品が積極的に使われた理由だったんだ。それよりも気になったのが、フレームの上にバスの車体を乗せてるってことは、これ、モノコック構造じゃないんか。あ、確かに車体の下には、コンテナ貨車みたいな、でかい針が見えるなぁ。おっちゃん、こちとら伝統ある、イギリス国鉄様だぞ。すぐに軽量化しちゃうイタリアとは違うんだ。
ローカル線の車両を、そんな軟弱な、最先端の高級な構造に、できるわけないだろ。昔の客車からのルーツを持つ、伝統の構造を変えずに、作り続けてたんだよ。1960年代までの、ロールスロイスと同じだな。さすがイギリス。超高級車、ロールスロイスと同じとは、大変恐れ入りました。で、本当の理由は、財政難と技術不足だよ察しろ。せやな。こうして、古い構造を継承しつつ、少しでも安くと作られた、レールバスのペーサー君。その結果は、皆様ご想像の通りです。非力なエンジンは、常に轟音を立て、防音なんて一切ない車内に、素晴らしいレイランドサウンドを、お客様にお届けします。そして何より、昔の馬車を思わせる、伝統の乗り心地を提供していました。通常の鉄道車両は、車輪と車体の間に、バネやゴムが、2つ組み込まれています。硬さや性質の異なるものを、複数組み合わせることで、揺れや振動を幅広く吸収できるようにしてあるのです。しかし、ペーサーの車輪にあるのは、申し訳程度の小さなバネ。しかも、構造を単純にして、コストを削減するために、バネ装置は1種類だけでした。そのせいで、線路からの衝撃を十分に吸収しきれず、強烈な振動と音、そして揺れが、ダイレクトに客室へ伝わってたんです。しかも、車体構造は、バスから流用したとはいえ、完全に自動車と同じまま、とはいきませんでした。追加で補強が必要になり、せっかく手間とコストを削減する策も、無駄になっていた、というオチもあります。このあたりは、実にイギリス的やな。さすがモンティパイソンの国。また、バネが貧弱な上、車体が短いせいで、走り出すと、前後が互い違いに、シーソーのように上下する、ピッチング現象が起きるんです。この動きが、首を振りながら歩く、ロバを連想させていたことから、ノッティングドンキー、とも言われていました。彼の乗り心地と騒音がひどく、多くのお客さんから敬遠されていた原因は、車体構造だけではありません。この列車は、最高速度が120キロと、意外に速く、ちょっとした快速運転も可能でした。その性能を活かし、低速で走れればいい、視線内のみならず、特急列車が走る幹線へ直通させられていたんです。同じ線路を、特急の HST 君や、より性能の高い、快速機動車が走りますから、性能を限界まで使わないと、路線全体に遅れと混乱を招いてしまいます。しかも、120キロ運転は、確かに性能上可能ですけれど、最高速度付近では、車内の揺れと騒音が、一層激しくなります。本来、高速走行に向いていない列車を、時には速達運転でも使っていたのも、乗り心地がひどかった理由でした。おまけに、車体がコンパクトで、他の車両と互換性があったのも、彼の悪評を広めた一因だった。ペーサーは、乗り心地が比較的いい、ディーゼル快速列車の後ろに連結され、時には増結車のような扱いもされていた。彼らは、運転装置や連結機が共通だったので、こうした使い方が可能だったのだ。となると、ローカル用の小さな機動車は、性能に余裕のある車両に合わせて、エンジンを目いっぱい回さなければならない。しかも客席は、バス由来のチープな座席と、防音がない車体だ。車両ごとに、設備から車内環境まで、大きく差があるため、二つの車両は、どうしても比べられてしまう。これが、ペーサーの評判を悪くしていたのだった。彼もまた、イギリス国鉄の無計画に踊らされてた、犠牲者の一人に過ぎなかったのさ。ここビショップラインも、ペーサー君のひどい揺れに悩まされていた場所です。この路線は支線ですから、軌道の保守にあまり手が回っていません。それぞれの短いレールは、線路が歪んだままで、角度や高さが目で見てもわかるレベルでずれています。なのにもかかわらず、路線の平均速度は時速60キロ近いですから、それなりのスピードを出さなければいけません。こうした悪条件が重なり、小さなディーゼル車両は歪んだレールを飛び跳ねるように進んでいたのでした。実際に外から列車を見ると、前後の車両がよく揺れているのがわかります。ところが、ビショップラインはある時から突然、乗り心地が良くなりました。レールはつなぎ目が少なくなり、補線まで徹底されたのか、ペーサー君の車体が以前よりも跳ねなくなったのです。昼間には、1時間に1本の列車すら走らない、小さな支線なのに、
どうして突然、入念なメンテナンスを実施したのでしょうか。その答えは、3つ目の駅、ヘイントン駅の近くにあります。ダーリントンから、北行きの列車に乗り、進行方向左手を見ていると、真新しい線路が平行に現れました。しかも、ビショップラインは電線非電化なのに、ここだけ頭上に架線が張られています。この時点で、なんとなく察しがついた方が、たくさんいると思うけど、黙ってるのよ。不思議な線路は、しばらくすると、茂みと盛り土で遮られた奥へと消えていきました。実はこの奥には、日立の車両工場があるんです。列車が通る線路と平行に敷かれていたのは、完成した車両を低速で試運転する、試験用の線路でした。ここで、ブレーキや動力に問題がないかを確かめた後、実際の線路を使って試験走行をしていきます。そして、一連の試験にパスした車両は、最後に工場からこのビショップラインを通って、イギリス各地へ出荷されていくのです。こちらの工場で製造されるのは、ハイブリッドの特急車両、クラス800シリーズのほか、スコットランドの通勤電車、クラス385型です。これらの車両は、ペーサー君に比べて、格段に長く、重量があります。今までの線路のままでは、最悪の場合、せっかくの心臓車両が脱線してしまいます。ですのでビショップラインは、重い車両を支えられるよう、レールから路盤まで作り変え、新車の試験走行や改装に対応させたのでした。この工場では、クラス800系統の特急列車に加え、2026年開業予定の高速鉄道専用車両の製造も担当する、19世紀に誕生した世界初の鉄道路線は、現在、最新の車両を各地へ送り出す役割を担っているのだ。と考えると、感慨深いものがあるな。20世紀後半から、イギリスのローカル線で30年以上活躍し、大きな揺れで私たちを常に翻弄してきたレールバス、ペーサー君。そんな彼にも、最後の時が迫ってきました。たびたびお話ししている、例の件です。2020年から、鉄道車両におけるバリアフリー規制が厳しくなる関係で、ペーサーシリーズは、適合が難しかったのです。バス由来の構造なので、入り口が狭く、段差がありますし、登場から35年が経つ、安部新の古い車体は、バリアフリー対応の大規模な改造に耐えられません。そのため全国の支線では、ペーサー君の一斉引退が決定していました。ところが、一部のローカル線で少しだけ予想外の復活がありました。背景にあったのは、2020年から世界的に流行した新型コロナの影響です。感染防止対策で、普通列車でも一列車に乗れる乗客の数が制限され、本来の車両だけではお客さんを運びきれない恐れが出てきたのです。そこで注目されたのが、ディーゼル車との連結に対応していて、風通しのいい、ペーサー君でした。しかも都合がいいことに、彼らは一度引退したものの、流行直後にロックダウンがあったので、すぐに重機とお友達にならず、車庫でそのまま放置されていたのです。こうした巡り合わせが重なり、2020年の初夏から半年間、臨時の復活があったのでした。さて、ここビショップラインは、かつて、炭鉱がある地域まで伸びていた線路です。現在はその場所に、マニアス以前の施設があります。みんなは、そこに向かっている。だよな、その通りでございます。でも次回は、そんなものより、もっと面白いものが見られるはずです。なんかあったっけ？おそらくゆっくりさんが、いつものあれをやるところから、次の動画は再開します。APT の台車が、あまりに英国面だってこと？それともデル基地プロトタイプの話？ちょっと違うかな。それでは、もだえ苦しむ皆さんの姿をお楽しみに。ご視聴、ありがとうございました。ちょっと待て、どうなってんの？ところでいっちゃん、今日着てる服って、ニコのだよね。ようやくわかったのか。今までの衣装も全部、ニコカオバハンの服だぞ。白熊くんのは、ちょっと小さくて入らなかった。この間、なんとかなると思ってきたら、軽くビリって言っちゃったんだけど。まあでも大丈夫だろ。俺英国紳士だし。いいのかそれで。毎回帰ると、二人からめっちゃ怒られてる。